やばーと思ったら僕の前に来て「おっす!」って言って走って帰ってるんですよ。やべえと思って。今日の黒帯ワールドは中達也先生と西冬彦監督の対談。中先生が書いた本の世界配信記念企画です。今日は中高時代の話。中先生が空手にはまった理由を聞いてみましょう。ただ自分がこうなんですか成長していくというか技術が上がるたんびにこう例えば蹴りがこの前しか上がったのがもっと高く上がったり威力がサンドバッグって威力がだんだん上がってくると実感できるじゃないですか。もうそれがやっぱ嬉しいですよね。最初の子供の頃はとにかくもう強くなりたいだけですから、まあそれでまあ年を取るたんびに取ってきていろいろその強さの内容も変わってきますし、はい、いろんなものが変わってきますよね。ただ空手好きっていうのは変わらないですけども。最初はね和道流空手だったわけじゃないですか。はい、で和道流っていうのは僕も、後から知りましたけれども、いわゆるこう柔術的なそうですね。ちょっと組んだりとか投げたりとか、そういう動きもありましたけど、それと並行して高校時代とかはいわゆる目黒高校ですね。目黒高校の空手道部でいわゆるこう試合中心の、そうですね、競技中心、そうですね。これって両立するもんなんですか？してましたよね。はい、してました。そんな深く考えてなかったですからね。だからその時にはその約束組手だとか刀が全く興味なかったですから、とにかくもう10組でやりたいっていうそんな感じでしたからね。でもその和道流の道場も並行して行ってたんですよ。行ってましたよ。それすごいですよね。時間ある時は行ってましたね。もうとにかく好きで。中学生、高校生か。そうです、高校生ですね。そんな空手好きだったんだな。今でもですね。なんでなんですかね。一応勉強してたんですよね。もちろんしてましたよ。寝てたわけじゃないですよね。覚えてないですよ、それ。覚えてない。でもじゃあその頃の例えば高校時代の友人とかね、中学高校時代の友人からすると今の中先生っていうのは別に意外でも何でもなく、やっぱ中は空手で行ったんだなみたいな、そんな感じだったなみたいな感じ。そんな感じですよね。だから中学校時代なんかみんなで遊んでても稽古の時間になると必ず行ってましたから。空手だけは。他のことはねみんな流されてみんなと楽しいことをしたいってみんなで遊んでましたけど、空手の時間だけは必ず帰ってましたからね。道場行ってましたから。でもこの型はあんまり好きじゃなくて組手中心だったので、お話ですけれども、型の練習も一応やるんですよね、みんなで。一応昇級審査とか昇段審査とかありますからね。一応10万ぐらい覚えておかなきゃいけないなぐらいのもん。それぐらいのもんですよ。それぐらいでもちゃんと、ちゃんとちゃんとできるようにはなる。全くできないわけじゃないですね。全くできないわけじゃないと思いますよ。もうね、人から見たらあれかもしれないですけど、ひどかったですよ。その空手、組手と型っていうので、型の練習の方がなんか嫌だったとか、型の練習の方がきついって中先生が前言ってた気がするんですけども、それはどういう理由なんですかね。組手の方がきつそうに見えますけど。組手って言っても自分の意思でこうできるじゃないですか。ここで例えば切り抜いたり前切ったり、もう型はその通りやんなきゃいけないじゃないですか。でも何十回もやらされたりするわけですよ。同じこと。で僕はだから高校時代組手の選手だったので、向こうで型チームをやってるじゃないですか。めっちゃきつそうなんですよ。例えば同じことが関空大をね10回とか15回とか20回やってるわけですよ。もうヘロヘロになってますから、組手だったらパンパンとこう流したらできるじゃないですか。うわ型って嫌だなと思って。確かにね、組手だとやっぱり自分の自由意志があるし、痛いですけどね。あっちの方がきついですよ。例えばその高校生の頃に緑健二と実は同じ学校。そうです目黒高校ですね。世代的に一緒だった。私が1年生で3年生だったですね。緑さんが3年生だった。で向こうは結構有名だったじゃないですか。もちろん有名でしたよ。学校の中でも。中先生はでも緑さんとはその時お話はしたことあった。挨拶ぐらいですね。僕が挨拶していつもこう見てて、わすごいなぁと思って。それから今でも覚えてますけどバネはすごかったですね。もう全身バネって感じだったですね。その空手道部にも緑さん僕ら朝やって稽古、昼もやって昼休みなんですよ。みんなご飯食べた時間もで夜やるんですか。その昼稽古に来るんですよ。
ご飯食べた多分体育館に遊びに。で僕ら稽古してると、まあ、ここにも書きましたけどちょっと蹴らしてミット蹴らしてとか、それがすごかったんですよ。うわすごいなって。はいびっくりしましたね。中先生はこの日本空手協会に入りたいと高校の頃から思ってたのか、何かをきっかけにここにどうしても行きたいと思って。高校の時は思ってなかったですよね。高校出たら、まあ、その時やっぱり格闘技ブームだったですから、そういうのやりたいなと。キックボクシングとかですね。あの時それアメリカのマーシャルアーツとかあったじゃないですか。雪でともうああいうのやっぱ憧れましたからね。向いてますよ。それで高校3年引退してからですよ。部活を引退してから協会の大会があって、たまたまそのチケットもらいまして、それ見に行ったんですね。そしたらさっきお話した通り、もうなんだこの武道館入った瞬間の殺伐な雰囲気、なんか重苦しい雰囲気でバッと見て「先輩一本ごっつぁんです」とかやってるわけじゃないですか。うわ怖えなみたいな。ほいで素手で殴り合ってガチャッ倒れても一本とか、うわすげえなこれって、緊迫感ですね。本当一瞬の緊迫感でペッと交差した瞬間どっちが倒れてるような。確かにそうですよ。これすごいな、こんな知らなかったと思ってですね、こんな空手あったんだって、まさしく西さんがおっしゃったように僕もそう思ったんですよ。こんな空手あった。もちろん空手協会知ってましたしね。で恵比寿にありましたので目黒港のすぐ近くだったんですよ。で月刊空手道が本屋で発売される前に本部で協会の本部で売ってたんで、いつもそっちに買いに行ってたんですよ。早く読みたいんで。そうなんですか。でそのついでって言ったら失礼ですけど、で本部の稽古は何回か見学したことあるんですよ。でも一般の生徒さんの稽古じゃないですか。だからまあこんなもんだなぐらいしか分かってなかったんですよね。で試合見た瞬間びっくりしましたね。すっげえ協会ってすごいなと思って、危ないなと思ったんですね。やっぱこの本当に圧倒的にすごいものを見た時に、人間ってやっぱ2つに分かれると思うんですけども、ここに入りたいと、ここに入れば俺は強くなるとか思うタイプと、これは違うと、ここまでじゃないと、別のやり方をしようみたいないるじゃないですか。で中先生はそういう恐ろしいものを見てここに入りたいと思ったんですよね。でその近道が拓大だと。なんで近道？いやだから聞いた拓大の OB が空手協会作ったんだって話を聞いたので、で空手協会の指導員の中にも拓大の OB が多いと、拓大の先輩たちが多いって話聞いたんで、その空手協会の大会のチケットもらったのも拓大の監督からもらいましたので、空手部の。なんか拓殖大学って、まあ、今は分かりませんが当時はやっぱりちょっと怖い、僕なんかはね、僕は世代でしたけど拓大とかもなんか怖いってイメージがありましたけれども、そうはなかったんですか？いやありましたよ、僕地元ですもん。そうか、地元ですもん。もうすごい評判悪かったですからね、拓大というと。なんかああいう着物みたいなの着た。いやもう学ランこんなの着て下駄でかっ歩してましたからね。実際いたんですね。いました。だから地元ですけど交差点から向こう行っちゃいけないみたいな危ないっていう結界がね。結界があったんですよ。いや本当怖かったですよ。でこれ書いてないんですけど、僕が高校生ですね、高校2年か3年の時に頃流行ったジャージがあったんですよ。空手のボンタンジャージって言うんですけど、あれ着て、まあ上は冬だったんで革ジャン着て襟立てて、で一応坊主頭じゃないですか。その時もらった下駄履いて歩いてたんですよ、横田にパッと。さあ向こうから学ラン来たのが走ってくるんですよ、3人ぐらいバーって。うわやばーと思ったら僕の前来て「おっす!」って言って走って帰ってくるんですよ。やべえと思って、これ後からあいつ先輩じゃなかった、高校生だってバレたらまずいなと思って。高校生の時に拓大のコスプレをして歩いてたわけですね。もうコスプレとかね、空手のジャージ着て下駄履いて。で向こうが勘違いした。先輩と勘違いしたんじゃないですか。やべえってこっちがビビって、やべえって。僕はオースって言った瞬間に中瀬でどんな表情ですか？ビビってる。おおビビってますよこっちは。何起きたのかな。それで大学の試合も毎年見に行ってましたからね。その拓大の強さっていうのはもう見てましたので、やっぱ拓大って強くなればまた協会の道もあるんだなみたいな。つまりその拓殖大学っていうのは日本空手協会にいっぱいその先輩たちがいるだけじゃなくて、いわゆるその競技の世界、大学、そういうところでもそうです。拓大が強かったですからね。この日大、拓大がやっぱいつも決勝で当たるような感じだったですからね。その時に日体も強かったんですけどね、僕らの頃は。
とにかく拓大っていうのはもう僕ら高校時代から見てましたけど、やっぱすごい強さでしたよね。独特な感じだったですね。さあ次回は拓殖大学時代の話、お楽しみに。